第64期王位戦の対局が始まった。藤井聡太七冠は棋聖戦に続き佐々木大地七段を挑戦者に迎えている。今回の動画で注目するのはとりわけ藤井七冠の王位戦事前インタビューである。これまで通りインタビュアーからの質問に対して少し間を置いてよく言葉を選びながら落ち着いて時折冗談を交える余裕も示しながら真摯に答える姿により一層ファンは魅了される。若干20歳とはいえ将棋界の王者としての安定感を携え、対局の前夜祭での挨拶や対局前後の取材対応ももはや堂に入りつつあるほどしっかりしている。若きスーパースターたるゆえんである。そこで今回は藤井七冠の王位戦事前インタビューに焦点を絞り込んだ上で深く読み解いていくことを試みます。知りたい学びたいを満たす教養講座、資格取得のくべるナレッジアカデミー。事前インタビューは対局前ということもあり、終局後とは異なる状況である。リラックスしながら冷静かつ的確にインタビュアーの質問に答えていく様子が印象的である。またこのチャンネルには定見がないものの天才特有とも言えるのかもしれない頭の回転の速さからくる話すスピードの速さはこれまで通りで、文字や文章に起こしていく際に凡人たるこちらはその速度にアジャストしていくのが大変である点は天彦九段のコメントと同様である。藤井七冠のコメントをすでに聞いている人も多いと思われるので、文字起こしは画面に流していきます。その上で一見関係がないように思われるかもしれないが、羽生藤三冠と認知科学者、人工知能科学者との協調、先を読む図の2点を求めよう。なぜなら羽生さんと藤井さんの突出した能力には類似性があることがわかるからだ。この著作の冒頭で次のように説明されている。私たちが羽生さんにインタビューするたびに感じることは、頭の回転の速さと泰然とした余裕です。私たちがうまく表現できないような微妙な質問を投げかけても、常に的確に、しかも聞き手に分かりやすい形で答えてくださいます。まさに、打てば響く頭の回転の速さを感じました。特に驚かされたことは、自分の思考を極めて客観的に捉える能力と、それを包み隠さず、理路整然と説明する能力の高さです。自分の思考を客観的に捉えることを認知科学では、メタ認知と呼び、自分の思考を説明する能力を自己説明能力と呼びますが、この能力の高さが羽生さんのずば抜けた将棋の強さに関係しているように思えます。羽生と藤井の共通性を感じずにはいられない。つまり、自身の思考を客観的に捉え、言いよどむことなく思考の理路をたどりながら表現する能力が共通しているからだ。藤井七冠は各戦型やその膨大な変化手順が整然と頭に記憶収納されており、そうした各戦型ごとの理路と話し方や発話の理路はおそらく通底している。またこの著作の別のページではさらに詳しく次のように述べられている。将棋の勉強法について語った羽生さんの言葉の中に、自分なり独学という言葉がありますが、誰から聞いたわけでもない自分の勉強法といったものを自分で学んだことがわかります。このお話の中で感心する点は、子供の頃にすでに自分なりの学習スタイルを確立していたということです。自分に合った学習法を見つけるためには、自分の学習や自身のことを客観的に眺める目が必要になります。この自分を見つめる視点のことを認知科学の用語ではメタ認知と呼んでいます。学習においてこのメタ認知能力を持つことが重要な意味を持っていることが分かってきています。自分の行動や学習内容を一段高いレベルから眺めることができなければ、自分の悪いところ良いところは分かりませんし、それを改善して最適の学習法を見つけることはできません。羽生さんの言葉を見ると、非常に冷静に自分の行動を眺め、そして的確な言葉で説明する能力を持っていることがお分かりいただけると思います。自分の行動や思考を自分の言葉で説明することを
自己説明と呼び、この説明能力を磨くことで効果的な学習ができるようになるという研究が近年認知科学の分野で行われています。羽生さんの卓越した将棋の能力とこの自己説明能力は決して無縁ではないと私は思っています。つまり、相手、他者、と自身、自己の双方を的確に対峙する際、メタ認知の能力や資質が求められるということだ。棋士ならば、こうしたメタ認知を誰でもできるということなのかは検証の必要があるが、漢検の限り、トッププロは将棋の対局ばかりでなく、総じてこのメタ認知、自己説明能力が極めて高いように思える。とりわけ、谷川、羽生、渡辺、天彦といった名人位を体感した棋士たちなどは、総じてこの能力が非常に高い。しかもそれは、発話だけでなく執筆、文章でも卓越している。藤井七冠もそうした系譜の中に位置している。これは、持って生まれた頭脳の優越性、頂点に立つまでの過程と、体感して以降の社会的に求められる立場を自覚した上での積む経験、場数など、様々な要素が考えられるが、さらなる考察が求められるところではある。しかしながら、トップオブトップの棋士が、メタ認知、自己説明能力を通じて、一般に対して極めて分かりやすく説明できる稀有な能力を持つ一方で、藤井七冠の特に近日における指し手のうち、棋聖戦第3局の9七桂や8六玉、王位戦第1局の9六歩といったいくつかの印象的な指し手は、どのように候補手を検討し、どうその演算を行っているのか、まだ明らかになっていない。感想戦などで、その一端が垣間見られるものの、藤井七冠の思考形態は解き明かされているわけでは決してない。にわかに、凡人たるこちらには理解ができない。つまり、わかりやすいアウトプットとは一転し、いわば、神秘のベールに包まれている。もちろん、感想戦で相手の対局者が、藤井七冠の尋常ならざる速度で読み筋を開示し、その深さと正確さと速度に舌を巻く様子から、神秘のベールの向こう側を垣間見ることは、対局者のみならず我々もできる。こうしたことについて、先を読む図のでは、次のように記述されている。人間が直感や常識で判断していることというのは、実はものすごくたくさんあって、これがコンピュータに載せにくい、すなわち論理的に説明しがたい内容なのです。羽生さんは、10代で将棋の骨格が決まる、といったことを話されていますが、それは心当たりが原因になっているのではないかと思っています。常識的知識、感覚、というのは、子供の頃に構築されることが多いことが分かっています。身近な例では、子供と大人では、圧倒的に子供の方が外国語を覚えるのが早い、という事例があります。外国語の習得では、子供の頃にネイティブな発音を聞き取り、理屈ではなく感覚で覚えることが重要な意味を持つことはよく知られている事実です。もっと言えば、ネイティブな発音の聞き分けは、ある年齢までにその言語に接する経験がないと、完全には獲得できないことも、発達の研究から分かってきているのです。同じようなことが将棋でも十分に考えられます。羽生さんのように、子供の頃から将棋に接していた人は、そうでない人と比べて、将棋に対する感覚や常識、といったものの感じ方に大きな違いが生じる、と考えることができます。将棋熟達者が持っている常識的知識や感覚というものは、無意識のレベルで処理されていることが多いので、そこがトッププロ棋士の卓越した能力の神秘的なところなのかもしれません。人間が熟達化するということは、無意識で処理できることが多くなる、ということであるとも言えるのであり、このことが熟達者の思考の解明を難しくしているのです。私たちは、この熟達者の神秘的な能力を少しでも明らかにしていきたいと思っています。藤井七冠は、将棋界を牽引する役割を担い、将棋の指し手をめぐる考え方や価値観を書き換えつつある。また、そうした機械全体への波及効果のみならず、自身の将棋の質も変化させつつあるようにも見える。トッププロとの連戦の中で、対局相手から幅広く戦型に関する知識や発想を自分のものとして取り込むことで、自身の将棋の内容について変化を加速させているのかもしれない。棋聖戦第3局の9六桂や8六玉、王位戦第1局の9六歩など、解説のプロ棋士も想定していない相手に手を渡す指し手は、藤井七冠の変化として捉えられる。そして、竜王位、名人位を体感し、それらを含めた7つのタイトルを保持する王者としての振る舞いに関しても進化させているようにも見える。押しも押されぬスーパースターとして、
テレビカメラ、対局場や棋戦の各関係者の前で話し、盤面において抜群のパフォーマンスを発揮する技芸は成長し、進化し続けている。そうした変化、成長、進化は、とりわけ王将戦での羽生九段との対戦が契機となっているような印象がある。王位戦第1局の中継放送時、出演していた石田和夫九段門下、勝又清和七段も、藤井将棋の内容や質の変化について、羽生九段との王将戦対局がきっかけになっているのではないか、と指摘していた。観衆を前にして抜群のパフォーマンスを発揮し、我々を魅了する芸事や大衆芸能としての将棋、熟達者同士の、いわば剣豪による真剣で切り合う武芸や技芸としての将棋は今、まるで、神秘的、とも思えるほどの、圧倒的で突出した才能と資質を誇る藤井聡太七冠が牽引し、将棋の新たな領野に彼一人が君臨している、と言えるかもしれない。おそらくそこは、羽生九段がかつて経験し、開拓してきた先に広がる欲野なのだろう。熟達者の神秘的、とも思える能力を解き明かすことは決して簡単なことではなく、必要となる準備や知識を少しずつ取り揃えていくことが重要に違いない。天才の天才性を一夜にして解き明かすことはおそらく誰もできない。繰り返しアプローチすることが、熟達者の神秘的な能力を少しでも明らかにする、ということになるのかもしれない。